皆さん夏のキャンプで何食べてあります？まあ夜はね、一応麺やからいろいろ焼肉でもなんやかんやするんで、それはそれでいいんやけど、どうしても昼はあっさりしようか言うて、暑いのは嫌やしね。やっぱ夏はそうめんなんかどうです？20分から25分ぐらい、ここ琵琶湖沿いをずっと走っていったらね、遊べるスペースがあったりするんで、大阪に住んでたんですけども、仕事の関係で営業所があるんでね、転勤願い出して、はいはい、40年ぐらい前にね、こっちの方に来たんですけども、まあね、こっち来たんは、まあ趣味が、バス釣りと、キャンプだったんでね、はいはい、なんとか頼み込んでね、うまいことね、転勤させてもらったんですわ。はい、皆さん、こんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。はい、ちょっとね、家が暑かったんで、わざわざそうめん食べに琵琶湖に来てます。はい、土曜日やのにね、ちょっとね、人手が少なかったんで、いっぱい空いてるやんってね、思ったんですが、やっぱね、木陰あたりは、すでにタープとかね、テントが張ってあったんでね、それやったらいうことで、西日も当たらないように考えて、一番端、はいはい、そこで、セットすることにしました。今日はね、出る時からニュースで35度近くまで上がるいうことでちょっと心配してたんですけども、やっぱ水辺なんでめっちゃ涼しいなってね、嫁と話しながら早速ね、はいはい、昼飯を作ってるんですけども、はい、今日はね、そうめんですわ。ネットのレシピでいろいろ見てたらね、結構美味しそうなんがあったんで、ごまだれを使ったレシピになるんですけども、そうめんの方はね、2人で3束、1人1個半かな。はい、ちょうどね、これぐらいがいいんちゃうかな。はい、ビールも持ってきてるんでね、はい、オクラをね、同じお湯でちょっと湯がいといて、それと基本ね、ちょっと冷やす水をあまり持ってきてなかったんでね、はい、ちょっと固めに湯がいといて、はい、あとは氷で冷やしていう感じですわ。はい、オクラを切ってから、ごまだれのレシピはほぼ一緒なんですけども、ただね、はいはい、おろしにんにくを入れるって書いてあったんやけども、昼前やし、あれかなとか思いながら、にんにくをやめて、おろし生姜、すり生姜ね、そっちを入れることにしましたわ。ごまだれの方はほぼ大さじ3杯ぐらい。3倍か4杯ね。で、それに合わせて、これが2倍のやつやから同じように3倍入れたら3倍、4倍やったら4倍。はいはい。で、その後に、ラー油とごま油。まあ、これは適量。小さじ2分の1の半分。2分の1の半分って小さじ2分の1ぐらいかな。はいはい。これは適当で結構ですわ。はい、これごま油ね。さっきのがラー油ね。ほんで適当に混ぜて、刻んだオクラ。これや。これが家でね、吸ってきたやつ。いつもね、ナスビの漬物の中にね、つけて食べているんですけども、土生姜ね。はい、これで完成ですわ。今回、そうめん湯がいた鍋と、このそうめん入れた鉢ね、両方ともね、100均の商品になります。
待たせしました。それとよく冷えたビール。私はノンアルになってます。ノンアルはね、これが一番美味しいみたい。年を取ってくると表に行くのも面倒くさなるし、動くのもねしんどいなってねなるんですけども、やっぱねこう言ってね表に行って楽しむいうことを忘れないようにしたら、人生これからいうねそんな感じなんですけども、今回使ったんがこれがラー油とこれがごま油、それとごまだれと追いがつおのね、これ2倍のやつですわ。それにすってきた土生姜ね、土生姜はねやっぱねすった方があまりチューブのやつはな美味しくないんちゃうかな。好みがあるんやけど、そんなんでねほんま美味しいそうめんになったんですけども、今日はね午後からちょっと雨が降るみたいな天気予報だったんで、それで、土曜日でもちょっとね車が少なかったんかな。いつもやったらねもう土曜日やったらここの駐車場はいっぱいなんでね、なかなか場所取りも全然できないんですけども、ちょっとトイレ行きますわ。それと今回もボンゴのちょっとしたね、改造いうか使いやすくあかんとこは新しくね、改造せんかったらね使いづらいままほっとくいうのもあれやし、このオレゴリアンキャンパーのこの食器入れみたいなやつね、食料入れか、やっぱボンゴはね、車内が狭いんで上下に物を置く方が、いろんなものが入るということで、ここ上でねこういうふうに V の字のね紐いうかなってるやつを上で一箇所で吊るしてるんで、上と上側と下側が、比較的硬い素材で作られてたんですが、いろんなものを入れてたら真ん中で折れて、V の字に折れ曲がってたんですわ。でそれを、回収するために100均で買った、バットいうんかな、四角いねやつで裏から当てて、んで表から、ボルト、頭の薄い GG みたいな頭の薄いねボルトで、留めて、でそのボルトを切ったらやっぱね引っかかりがあったらね手怪我したらあかんので、こんな袋ナット、それを利用してね、で使わない時はこんな感じになるんでね、それと正面に映ってるこれ入り口側にいつも向いてるんですけども、ここをこうやったら、寝る時に頭振らんでも今何時かなってね分かるように移動できるように、いろんなパーツを使って、でここにクッション挟んどいたら音もガタガタねしないでね緩衝材入れてます。それとティッシュね、料理する時も拭かなあかんし、食事する時もさっきね嫁がちょっと取ってたみたいに、ティッシュをそこら中に置くよりもつっといた方がで移動できる方が、その改造と、それとこのほぼね開けないんですけども、こっち側カウンターの裏か水のタンクとかね置いてる方なんですけども、
それがね、軽量化でもないんやけども、全然ね、全然蓋してなかったんで、ここにカーテンをつけてもらったんと、それと、この車を改造した時にこの配線、まあね、1ヶ月2ヶ月やったら、この配線はあそこに繋がってるやつやな思うけど、もう1年も2年も経ったら、この配線どこに行ってんのやろ。ちょっと改造したいのに言う時に、配線がどこに繋がってるかいうのを分かるようにね、こういうラベルを、これホームセンターでね、10個で200円で売ってるんでね、で、つけて、バッテリーにいってる線ですみたいな、はい、そんなんつけてます。それと改造とは全然関係ないねんけども、運転席に0.8リッターの、これ、氷入れて、1日引いてますわ。これめっちゃいい。で、そこがちょっと狭いんでね、普通のジュース縦にそのまま立つんで、はいはい、今ね、これで一日中、運転席に1本あったら、1日飲めますわ。はいはい、そんなんでね、昼寝もしたし、のんびりしたんで、ちょっとね、もうちょっと冷えたもん飲んで帰ろうかいうことで、これね、抹茶のやつ、この間九州行った時に、お土産にもらったんやけども、これは誰やってんやろう、キノピさんやったかな。はいはい、もしが違ったらすみません。いろんな方からいっぱい甘酒ももらったし、いっぱいもらってるんでね、ちょっと分からへんねんけども。で、これを、氷で溶かすんやけども、裏の説明書みたいなのには、一旦ちょっとお湯で溶かした方が、はいはい、溶けやすいんで、みたいなのね、はい、書いてたんですけども、シェイカーで振ったら一発ですわ。これ入れて、水が200ぐらいかな。入れて氷が溶けるんでね。はい、この入れ物はね、プロテイン飲んでた時、今は飲んでないんですけども、プロテイン飲んでた時にこうやってね、振ってたんで、はい、昔取った絹塚、昔の仕事はね、こんな仕事やったんで、はいはい、シェイカー振ってましたわ。はい、ブルーハワイ了解とか言いながら、これがね、またうまい。抹茶が好きやからね。それと運転してるシーンはこれ GoPro の9、それに手作りのマウント、それと今回はね、ここは炊事するとこがないんで、お水とかね、そこらにね、水やねんけども、掘るのもね、ちょっと問題があるんちゃうかないうことで、一応ね、はい、水を受けとくじょうろと、空いてるペットボトル持って行ってね、使った水は持って帰るようにしました。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタの方もやっております。ジジイアンダーバー70、ジジイは74歳、スレッドもやってます。おきに、おやすみ。今後の予定はね、なんかどっかで、無手だけでなんかいろんな方とはいはいキャンプするいう話もちょっとあるんでね。